こんにちは、管理栄養士の中江里香です。今日は10個の冷凍作り置きをひたすら作っていくという動画です。一気に何品も作るのでちょっと分かりにくいところもあるかもしれませんが、最後にレシピをまとめて紹介するので参考にしてもらえたらと思います。冷凍で1ヶ月保存できて時間がある時にまとめて作っておくとお料理作りがとっても楽になるのでぜひ試してみてください。まずは人参の皮を剥いて千切りにします。千切りは千切りスライサーを使うと便利です。人参が短くなってきたら危ないので、あとは包丁で切っていきます。人参の3分の1本ぐらいは短冊切りにして後で切り干し大根の煮物に使います。そして玉ねぎは4分の1個を薄切りにします。これも切り干し大根の煮物に使います。それからキャベツ4分の1個を1センチぐらいの幅に切ります。芯は切り分けておいて、葉っぱはくるっと丸めて端から包丁で1センチに切ります。芯の部分は薄切りにします。キャベツは生のまま冷凍するんですが、冷凍すると繊維が破壊されてしなっとして茹でたような感じになるので、そのまま味付けしてコールスローなどに使えて便利です。今日はさっきの人参の千切りも少し混ぜました。しめじは石突きを取ってほぐします。きのこも生のまま冷凍してよく使ってるんですが、今日は調理してから冷凍したいと思います。えのきも石突きを取って半分に切ります。しめじとえのきはラップをして電子レンジで4分加熱します。次は長ネギをみじん切りにします。まず包丁で縦に切り込みを何本か入れてから端から刻みます。後でひき肉と混ぜるので先に保存袋に入れておきました。次はほうれん草です。ほうれん草は根元に切り込みを入れて水の中で振り洗いをして泥を落とします。ほうれん草の赤い根元の部分には抗酸化作用のあるポリフェノールや骨の形成などに働くマンガンが多く含まれているので、この部分も捨てずに使います。ほうれん草を茹でる時間は30秒から1分くらいです。くたっとしたらすぐにざるにあげて冷水にさらして冷まします。茹ですぎるとビタミン C など水溶性の栄養素が失われてしまうので、なるべく短時間で茹でるといいと思います。水気をギュッと絞ったら4センチぐらいの幅に切ってもう一度ギュッと絞ります。ほうれん草は今日は後でアレンジしやすいように味付けはしないでこのまま冷凍しました。ごま和えなどの副菜だけでなくお味噌汁の具材にも使えるので、茹でておくだけでもとっても楽なので、ほうれん草をたくさん買った日は茹でて冷凍しておくと便利かなと思います。そうしたらさっきレンジで加熱しておいたしめじとえのきに味付けをします。このシリコンの保存袋は口が狭くて入れるのが結構大変なんですけど、最近ちょっとコツがつかめたような気がします。次は切り干し大根の煮物を作ります。切り干し大根は栄養やうまみを生かすために水では戻さずにさっと洗って使います。最初にサラダ油で玉ねぎと人参を炒めます。このレシピは砂糖を使わないんですが、炒めた玉ねぎと切り干し大根の甘みを生かすことで砂糖を使わないでもとっても美味しくなるので、ぜひ試してみてもらえたら嬉しいです。水は 300cc を加えて蓋をして、醤油も加えて蓋をして10分から15分ほど煮ます。
私は無水鍋を使ってるんですが、もし普通の鍋で作る場合は蒸気が逃げやすいので、様子を見て水の量を増やすといいと思います。油揚げも入れました。そして千切りにした人参は塩小さじ1で塩もみして、マヨネーズを加えて和えました。人参とコーンに甘みがあるので、他の調味料を加えなくてもシンプルですが、これだけでもとっても美味しいので、ぜひ試してみてください。そして前に紹介したブリの黒酢照り焼きを今日は下味冷凍で作ってみました。調味料とブリを揉み込んでぶつ切りにした長ネギを加えます。豚そぼろは材料を全部入れて箸で混ぜます。バーベキューチキンは一口大に切ったもも肉に調味料を揉み込むだけです。切って、間違えた。次は鶏胸肉の味噌マヨです。鶏胸肉は一口大にまず切ります。火が通りやすいようにそぎ切りにしておくといいです。そして調味料を揉み込みます。使うときはアスパラとかブロッコリーなどと一緒に焼くと美味しいので、ぜひ試してみてください。最後はイカのハーブ漬けを作ります。イカは胴体と足を切り離して、目とくちばしと骨を取り除きます。イカは下処理が面倒という方は、下処理済みのものもスーパーでたまに見かけるので、そういうのを使ってもいいと思います。イカは胴体を輪切りにして、足は 2,3 本ぐらいに切り分けます。そして保存袋にイカと調味料を入れて揉み込みます。ハーブはバジルやオレガノなどあるものでも大丈夫です。ちなみに私が使っているのはマスコットというところのハーブミックスです。切り干し大根も冷めてから袋に詰め込みました。というわけで今日は冷凍の作り置きを10品作りました。冷凍で約1ヶ月程度は保存できるので、時間がある時にまとめて作っておくと、時間がない時にとっても助かります。お肉などは下味をつけておくことでパサつきにくくなる効果もあるのでおすすめです。レシピはブログにも随時載せていくので、ぜひ概要欄からチェックしてもらえると嬉しいです。それではご覧いただきありがとうございました。